皆さんこんにちは、マットです。さあね、今回はテントの紹介動画ですね。今年のロンツーメインに向けて新しくテントを購入しましたのでご紹介します。おなじみの DOD のね、ライダーズワンタッチテントですね。ライダーズシリーズのワンタッチテント。昔ね、同じワンタッチテントでバイクが入るバイクインテントをあげたんですけど、今回はこのライダーズのワンタッチテント。これをね、まだ買ったばっかりなんでね、紹介動画やっていこうかなと思います。このテントをなぜ買ったのかっていうのはね、またちょっと最後に話すとして、まずはね、早速設営していきましょうか。広げます。初開封。よいしょ。これがテントですね。テントでいて、これはなんだ？あ、おなじみだ。ワンタッチ機構を隠すやつだ、これは。で、おなじみですね。この、もう見慣れたよ。すっかりこのペグと補強用の紐ですね。こんな感じか。こんな感じのね、シンプルな構成になってますね。さあ、ものすごくね、簡単なんで、早速やっていきましょうか。で、広げます。広げて、まずは、骨組みを広げていきますね。こうやって。よいしょ。あ、今やってる時に気づいたんですけど、もう一個入ってた。テントの中に一緒に入ってた。これ、専用の、あれじゃないですか。グランドシートじゃないですか。下に引くシート。あ、いいっすね。専用のグランドシートが入ってるのに今気づきました。なかなかね、ライダーズシリーズに合うグランドシートって売ってなかったりするので、これは嬉しいな。ちょっと向こうに置いとこう。とりあえず。さあ、こっからですよ。で、カチッと、こう、ね、はめたら、この骨組みをカチッとはめたら、あとは、すっかりおなじみですね。あとはね、このワンタッチ機構の部分をポンと引っ張るだけです。よっ、はい、オッケー。これでほぼ設営完了ですね。ちょっと前があれか、ちゃんと貼れてないかな。あ、斜めってるだけか。これでほぼ設営が完了ですね。いいですね。でいて、ここが通気口になってると。あ、二重になってる。すごいですね。二重になってる。これ雨が中に入らないように工夫されてるのかな。で、こうくるくるってしてあげて、こんな感じですかね。で、あとはもうちょっとね、ちゃんとこう貼ってペグを打ってあげて設営完了と。ここも通気口だ。こうすることで空気が入るようになるのか。なるほど。ここもね、ベンチレーションがちゃんとできてますね。反対側もあるな。これいいな。さあね、ちゃんとこう設営してみましたけどね、こういう風に下のグランドシートあったじゃないですか。あれをね、つけるときにさっきおっと思ったんですけど、下のグランドシートなんですけど、これ専用のねバックルがちゃんとついてるんですよ。こういう風に。これ嬉しいですよね。こんな感じですね。ここ専用バックルがついてて、ペグダウンしなくていいんですよ、グランドシートを。それがね、すごくね、親切設計だなって思いましたね。でね、こうやってちゃんと貼ったんで、改めてこう中に入ってみると、十分広い。165センチの僕だったら全然余裕っすね。180とかぐらいあると意外とちょっと窮屈かもしれないですけど、170前後ぐらいだったら多分大人一人寝る分には問題ないかなと思いますね。涼しいな、やっぱこのテントいいな。でいて、ちゃんとね、ここのさっき紹介した中はメッシュになってて、で、ここに通気口が2箇所ちゃんとあって、さらにインナーメッシュと外側の開けるともうフルメッシュになりますね、ここは。夏場も安心ですね。で、ランタンをかけるフックがね、中にあるし、小物入れる収納ポケットみたいなちょっとしたね、メガネとか、充電器とか携帯とか入れるにちょうどいいサイズですよね。ということで、僕がいつも使ってる DOD のコットが入るか問題、いつもやるんすよ。寝床はね、やっぱコットがいいなっていうので、2年前の北海道通のためにね、これを購入して、それ以来キャンプツリーには絶対持ってきてますからね。これはちょっと厳しいかな。入ったけど結構無理やりな感じだな。無理やり入れれば入る感じですね。めんどくさがりな人は無理やり入れる感じになりますけど、めんどくさくないなと思う人は中で組み立てた方が無難かなと思います。DOD のコットだから多分一応入るんじゃないかなと思ってこれから変えてないんですけど、他のコットだと
厳しいかもしれないですね。これよりワンサイズちっちゃいコットなら問題ないと思いますが、半ば無理やり入れてましたからね。もうちょっとちゃんとピンと張ればまだ変わってくるかもしれないですけど、力技でしたけど、コットもちゃんと入ります。もちろん収納も簡単で、このワンタッチ機構の部分を下にプッシュしてあげて押し込んであげる。そうするとテントがこういう風に倒れるので、あとはね、この辺のポールを折りたたんであげて、1個ずつこう折りたたんであげて、最後にまとめてあげるという感じで片付けが完了しますね。なので設営だけじゃなく片付けも楽ちんなテント。まあね、そういう感じでこう SR 並べるとよりね、こうキャンプ感が出てきますね。隣のね、僕のじゃないんですけど、色違いが、これがワンポールテントですね。ライダーズワンポールテント。こうやって見るとやっぱ大きさはでかいな。けどこのテントより収納サイズはこっちの方がコンパクトなんですよ。なんですけど自立式じゃないんで、やっぱこうペグをね、外に打てないところにはテントが成り立たないので、そういったキャンプ場もロングツーリングにはこう遭遇する可能性もあるので、それがあってね、今回はメインはロングツーリングの旅テントとして、ちょっと大きさは若干ね、ワンポールとかに比べると大きいんですが、旅テントということでね、このライダーズワンタッチテント、なんといってもやっぱ設営がね楽だから、早く設置して早く寝たいし、で早く撤収して早く出発したいっていうことで、よりねこう時間短縮と旅を目的にしためんどくさがり屋の僕がねこう選んだテントっていうことで、今年はね行けたらこれで夏のロングツーリング、キャンプツーリングをしていきたいなと思います。ということでね、このテントの動画を参考にしていただければなと思いますので、簡単な紹介動画でした。ご視聴ありがとうございました。Make it last all night. Hey, I'm looking at